おはようございます。たかしです。本日は4月19日金曜日、ただいま7時48分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。ポンド円ここのところずっと分かりにくい動きをしてますね。こういうところでトレードをすると打っても勝っても負けますので、そこはご注意ください。冷やし見ていただいても分かりますが、全然明確な動きをしていないですよね。かなり上髭、下髭を頻発しておりますので、こういうところでのトレードは控えていくというところです。ただ基本的には今冷やし上昇トレンド中です。ずーっと高値更新、安値切り上げ、そして GMMA の青帯も上向きの上昇トレンド中ですので、まずはこの上昇トレンドが続いていくのかっていうところを見ておきたいですね。ただ直近の高値ここですね、193.5 付近、3月20日ぐらいにつけた高値なんですが、そこに今目指して上昇するのか、でそこまで上昇すればそこでの冷やしでのダブルトップになって下落するのか、そこを上抜けてくるのかっていうところを見ているんですが、その手前で今この黄色のライン、過去の高値に当てたラインがありますが、そこが意識されて、そこで全然上昇できずに、かといって下値も硬いので、なかなか底堅い動きはしているんですが、それゆえに上も下も硬くって全然動けないというそんな感じですね。冷やしのストキャスティクスは高値圏にありますので、基本的には上値は重くなるとは考えております。では4時間足です。4時間足の GMMA は一応上向きなんですね。ですので底堅い動きはしているんです。下がってくれば GMMA 付近でずっとサポートされてますよね。なんですが、ちょうどこの辺付近 192.9 付近っていうのが上値が重くなってきておりますので、そこまで上昇すれば下落っていうことを繰り返しております。昨日もそんな感じですね。ただ一昨日の動きに対して昨日の動き少し上値が重い風にも感じますよね。一昨日はその前の日16日火曜日の高値をローソク足の実体ベースで上抜けているんですが、昨日は全然そこまで到達もできていない状態です。髭ですら高値更新ができてませんし、ローソク足実体というのはもっと下の方にありますので、そう考えると今4時間足を見ていると上値を抑えられてきている風にも見えるんですね。ですのでここからダラダラと下落していくのかなというような印象も受けます。ただし下がってきたところはまた底堅い動きをしますので、このあたりですね、191.7 とか8とかそのあたりっていうのは底堅い動き、何度も過去反発しているポイントですので、191.5 付近から193円の間でのレンジと考えておくのが良さそうですね。現在は GMMA の青帯付近にありますので、過去の動きを見ても GMMA の青帯付近から反発しておりますので、今はちょうど反発しやすいところにはあります。では1時間足です。昨日はダブルトップを作ってきてますね。ちょうどここに2回山を作っておりますので、このダブルトップからの下落になるのかっていうところを本日は見ておきたいです。ここはダブルトップの今ネックライン付近にありますので、ここを下抜けしてくると先ほど言っていた 191.7 付近までの下落がイメージできますし、昨日のダブルトップの高値っていうのはちょうど今までずっと上値を抑えられてきたポイントですよね。 192.8 付近になりますので、もう一度本日上昇してくれば再び 192.8 付近からの下落になるのかというところを見ておくといいと思います。基本的には昨日のこの高値が過去ずっと意識されてますので、その辺まで来れば下落圧力がかかりやすい。そして現在ですと4時間足の GMMA で底堅い動きをしているので、少し下がったところは買われやすいんですね。ですので今日もしこれダブルトップからの下落と見せかけて急反発するっていうことも考えられるので、現在地すぐ下には4時間足の GMMA があるので、そこはご注意ください。ではドル円です。ドル円は相変わらずですね、155円手前ぐらいで今ずっと揉み合っているんですが、本日上昇から始まってます。これ一昨日が陰線、昨日が陽線、下髭の陽線ですね。一旦下攻めをしたんですが、下げきれずに上昇してきたっていう、それが昨日の形です。この形をすると本日は上昇しやすいんですが、やはり155円っていうところはかなり上値が重そうですので、その辺付近まで近づくと再び下落方向に動きやすいっていうのが現状ですね。ストキャスティックスも高値圏にありますので、基本的には上値は重くなってくると思いますので、理想の動きで言うと GMMA の青帯ぐらいまで一度押しをつけてほしいとは思っているんですが、
今までのこの過去の動きを見ていると、こことかこことかね、ずっと横横の揉み合いをしてましたよね。ちょうど152円手前での動きっていうのが今ずっと揉み合いをしてましたので、今回もそういうような動きになってくるのかなっていうのはイメージしておくといいと思います。では4時間足です。4時間足はインジケーター通りの動きですね。GMMA の青帯まで昨日下落して、ストキャスティクスもある程度過熱感解消しましたね。そこからの再上昇っていうので、この上昇トレンドに沿った綺麗な動きを昨日はしてきておりますので、こういうところ、昨日の安値付近でのエントリーはしやすかったんじゃないかなと思っております。ただ、現在地っていうのは直近の高値になりますので、次はここでのダブルトップがイメージできますので、当然上抜けて155円ぐらいまで上昇していくっていうこともあるんですが、やはり先ほども言いましたように、155円付近は上値が重くなってきてますので、そう考えると直近高値、この辺 154.7 とか8とか、この辺まで上がってくると、そこは上値が重くなるので、一旦はダブルトップでの下落をイメージしておきたいです。ただそのダブルトップでの下落がどこまで下落するかわかりませんので、基本的には上昇トレンド中なのはお間違いのないように、その上昇トレンドの中で一旦直近の高値が意識されるだろうというところで、そこからの下落はイメージしますが、浅めの押しから再び155円を超えてくるみたいな動きをしてくる可能性もあるので、それはご注意ください。4時間足もストキャスティクスは高値圏ですね。では1時間足です。昨日はトレンドラインまで押しをつけるようなそういう形でしたね。これかなりわかりやすかったと思います。先ほど4時間足でも言いましたけれども、この1時間足の動き、4時間足の動きっていうのはすごくわかりやすい動きをしていると思います。ですので昨日のこの下落から上昇っていうのはかなりわかりやすい、そういう動き方だと思います。現在は黄色丸の安値が意識されてますが、昨日の安値も意識されてくると思いますので、だいたい154円ぐらい、そして155円が天井ですので、155円と154円の間でのレンジというふうに大雑把ですが考えておくと分かりやすいと思います。そしてこの昨日の動きを見ても分かるように赤いトレンドラインに沿って上昇してきてますよね。ですので本日も下がってくればあまり値幅はありませんが、赤いトレンドライン付近が意識されると思っておりますので、ここを下抜けると比較的下落しやすくなるかもしれませんが、今のところ基本的には4時間足も上昇トレンド中で、昨日その上昇トレンドに沿って上昇してきておりますし、今1時間足はちょっと GMMA が横ばいになってきたのでレンジっぽい動きになってきてますので、先ほど言ったように154円と155円の間でのレンジをイメージしつつ、その中でこの赤のトレンドラインも意識されてくるので、本日はその辺を見ておくとトレードやりやすいかもしれません。ただ赤いトレンドラインとの値幅がかなり狭いので、トレードとしてはすごくやりにくくなるかもしれないので、動きは分かりやすいかもしれませんが、トレードがやりやすいかっていうと、できれば一旦は上限まで引きつけてそこからの反発の下落をイメージする、もしくは下限まで引きつけてそこからの上昇をイメージしておく方がトレードはやりやすいと思いますので、小さな値幅の中で分かりにくい動きをしているのであれば、あまりトレードはしない方がいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。